こんにちは。アニメ紳士です。今回は魔法少女に憧れて第13話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。原作者も大満足やな。これは5人仲良し好き。このピースは2期ってことだよな。面白かった。2期頼む。久しぶりに ATX 大勝利アニメだったな。いい最終回だった。みやみにコリスを向こうとしないのが逆に良かったな。今後魔法箱を超えるアニメが来るのか。何いい感じにまとめてるんだ。最終回で最高の回やろこれ。ピンクはリーダーポジなのに赤ちゃんプレイしか覚えてないな。絆創膏限界巨女壁まで網羅する輝きを見せてくれたのに、戦いというかプレイは続いていく。いい顔だわ。殴りてエウレカのレントンがこんな顔してた。放送前は期待してなかったのに面白かった。これに尽きる。いやここまで面白いとは思わなんだ。本当に2期欲しい。スタッフが気合い入れて作ってるのが伝わってくる良いアニメだったな。折れたタエンド。途中ちょっと力尽きた回もあったけど、前半と後半と大事な回の作画はかっこよかったな。いい最終回だった。2期はよ。よろしい。今すぐ2期を始めたまえ。責任は全て私が取る。個人的にはエロより顔芸アニメだと思ってる。制作もここまで受けると思わなんだで。2期の準備まだなんだろうけど期待する。スパーが一番アウトだったな。魔法箱はここで終わっといた方がいいとは思う。2期やんないと全員次のフォームにならんし、やるべきよ。最初2期は想定してないだろうからどうなるかな。アズールは完全にダメだ。楽しい1クールだった。新しい姿のアズールさん、かっこよくなったのかと思いきや本質は孵化してんじゃねえか。最終回もアズールとベーゼちゃんが楽しそうで何より。これも S と M の愛の一騎打ち感だろ。1期のメインはアズールはわしが育てただったな。2期が欲しいな。これは最終回らしい最終回で作画も良かったし満足だった。強くなったアズールさんが登場したがもう手遅れかも。そして2期をガチでお願いします。タコ嫌いの伏線がここで効いてくるとはな。即死プレイもあって期待を裏切らないビーチ回だったわ。いい最終回だった。アズールは進化しても何も変わってなかった。むしろますますド M になってたのか。アズール手遅れっていいか。弱点を最強のカウンターに昇華させてて手がつけられなくなったといか。いつも恥ずかしい格好をしてるだろ。うんぬんはブーメランだと思うよ。ロコちゃん。コリスちゃんは凝った顔も可愛いな。まさかの折れたタエンド。レナさんの悪巧みは一体何だったんだよ。最終回にテンプレ負け。負けても興奮してるの強すぎる。これで勝ったと思うなよ。道を洗って待ってなさい。格好良かったのか。ウテナはすっかり汚れてしまった。それ以上にヤバいのが。もうこいつら付き合っちゃえよ。青はネタ枠、黄色はたといというお約束通りだな。これ今日はとっても楽しかったね。明日はもっと楽しくなるよね。しかし声優さんたちよくこの仕事を受けてくれたな。魔法はコラジオめちゃくちゃ面白いぞ。ドルルリしてなきゃ演じてて楽しいのでは。当然2期は来るだろう。私はわかるのだ。竹水車が見たいので2期お願いします。2期は動画工房とクローバーワークスと京アニとシークシー全部協力して作ろうぜ。これ2期ありそうだな。原作は売れたのだったかな。Amazon のランキング常に上位だな。アニメイトやゲーマーズとかコーナー作ってたりしたから結構売れてそうではあった。今日言ったわ。2期あるならいい最終回だったと言えよう。だけどキララが不足してた今期だったけど、魔法箱とポンの道で癒されたわ。アニメイトは原作ほとんど残ってなかったから売れてるんだろうな。何気に原作11巻も出てんだよな。これ今日は黄色がエロかった。黄色の貧乳が9番で吸われてるのエロいわ。進化使えるようなるとバトル増えるが、それでも2期やってほしいんか。ここにいる奴らエロ目的やろ。
いや普通にこの後ストーリーもバトルも恋愛面も何もかも面白くなってくから2期やってほしいに決まってるわ。すご、ぜひともアニメで見たいな。円盤も売れそうだし、なんとか2期やってほしいな。いい最終回だった。予想外に面白かった。もっとバカっぽいエロで攻めてもよかったとは思う。話も面白かったし、今期のダークホースだった。薄い本ではよくありそうだけど、ここまで魔法少女ものとエロの相性がいいとは思わなかったな。原作はまだ読んでないけど最後はアニオリだよね。そもそも2期考えて作ってるわけもない。明らかに低予算だし、この人気の出方は明らかに予想外なことをどうやって1クールにまとめるかを念頭に作ってある。つまりホテル会をやるかどうかはお前らの応援の力にかかってるんだぞ。アズール進化の説明をサルファにさせるのは嫌味だな。やさぐれやすくなったが。いい最終回だった。欲を言えばアニオリでアズールが進化を習得するシーンが欲しかったな。今回で怒られるから2期はないよ。そんなの2期はおとなしい内容だから大丈夫ですよと言っておけばいいんだよ。原作でこの話読んだ時本当に作者天才だと思ったわ。表面上は魔法少女もののパワーアップ後なのに実はアズール取り返しのつかないところまでダメになってるという。まあ普通に2期できる作品だし、気長に待ってていいと思うよ。早くても2年後だろうからな。最初から2期やる気じゃなかったらそれくらいはかかれ。限られるだろう予算で最大限の効果は発揮したスタッフは優秀だった。もし2期を作るなら同じスタッフで予算を上げてほしいわ。丸見えバージョンを買わないと2期はないぞ。異種族レビュアーズはできなかったのに最後まで放送できたの純粋にすごすぎだよこのアニメ。マホアコ2024年を代表する傑作です。最終回で水着とバトル会というしっかり重要な構成をしてきた魔法アコ優勝だろ。なんかこういう分かってるとこが分かってるアニメめっちゃ良かった。面白かった。アズールは自らの在り方を突き詰めてモードチェンジか、変身バンクも良かった。キャラを立ててそれを裏切らずに徹底的に限界まで見せる潔さと爽快感。水着界で締めるのも本作らしいね。改作にして改作だった。最終回は海水浴でサービス会。我々視聴者が求めてるものが詰まりまくった30分だったし、アズールの新フォーム、かっこよさとレッチさが共存しててめちゃくちゃ良かったな。この感じで傷つけず戦い続けてほしい。良い最終回。この枠でエッチなアニメやるのはよくあることだけど、その中でもとりわけ楽しめた作品でした。性癖のオンパレードに毎週ドキドキ。特に作中最推しのロコムジカちゃんが加わってからはより一層面白くなったと思います。あとエンディングは今季ナンバーワンのお気に入り。エロバカコメディながら本質は王道ながら主役のヒールとド M の魔法少女があらわになってからはやりたい放題やったなって。でのルミータウチワモメは謎展開やったけど濃厚ロコルベは貴重だからね。大変頭の悪い作品で楽しかった。愛だったのか。最終回はビーチでみんな集合。ウテナちゃんのオタク話を聞くさよ。レイでと強くなったマジアーズールの戦闘。今までとは格が違う。レイゼのトレスマジアに対する憧れはまだまだ止まらないだろう。最終回で水着会とか触手プレイからのアズール覚醒でかっこいいと思った私が略方向性それでいいのか。それはそれとしてすげえおもろかった。俺たちの戦いはこれからダエンドに若干の不穏さを感じるが、ぜひ2期をやってほしいぞ。頬にオイルを塗って日の光に耐性をつけた分、痛みを快楽に変える内面のアズールのツヤツヤした顔を強調してて好き。また、こうだけじゃ事足りず、胸にまで手を出すアズール。まさに、一皮むいた、らへん態度を増した愛の力が最高。百花繚乱の水着会。あれなとこはじめいろいろ動いて、クオリティ高い。円盤売る気合を感じる。アズールの進化の裏側、新衣装に合ってていいな。同時にレーゼの髪が伸びてて色っぽさ、顔の星増えてて続編あったら語られるのかな。期待。マジアベーゼとマジアーズールの因縁がちゃんと回収されていて最高だった。
根本にあるのが変態パワーなのが草。あとエロ描写がフェティシズムにあふれていて素晴らしい。表現の自由とはこういうことだ。ラストはミラデバカンスの海。まさかのアズールの勝利。サルファの変態と変態が楽しんでるだけやわ。ほんそれな名言。魔法少女は名ばかりでもほとんどエロアニメだし、欲望に忠実に突き進んでる者たちがまた良い。まだまだ色々やれそうなので、ぜひとも2期頼む。アニメ視聴歴40年を超えるキャリアの中でも特筆すべき傑作。ここまでやりたい放題やってくれると本当に楽しい。完璧とは言わんが文句のつけようがない王道作品。いやマジで王道なんだって。なお、エロに見えるところはギャグだから誤解しないように。悪の総帥の叱咤を受け、矜持を取り戻したアズール。敵の攻撃を快楽に変換してもなお凛々しさを保ち、攻防一体の存在になるのは予想外。でも実際は性欲と性癖がインフレしてるだけの変態同士の戦いなわけで、やっぱりアズールはダメだになるのが素晴らしいオチ。アズールの新フォーム良いな。ミコタステンニョのデザインで、ノースリーブだから脇と脇縮まるだしじゃねえか。内心でよだれ垂れ流しながらクールに戦う姿もエッチすぎる。最初は一人ぼっちだったフテナちゃんが、毎日楽しそうにしてるのは本当に嬉しい。あ、早くに来よう。お色気シーンの作り込みや見せ方はもちろん、各キャラの行動動機やそれぞれ価値観、性格の組み合わせ方等いろいろな面でかなりクオリティが高く、毎回最高に楽しかった。自分の中では2024冬アニメで S ランクの作品のうちの一つです。いつか絶対2期やってほしい。普通なら見過ぎ回で喜ぶところが、普段の格好が格好なだけに健全に思えるのが面白いし、そんな気持ちを見透かしたかのように触手プレイを入れてくるさすがの最終回。単なる紳士アニメにとどまらず、内気だったウテナの成長物語としてもよくできていた。いやよかったな。陰気やオタクが自分の好きをさらけ出して向き合った世界は、自分が思ってたのとは違ったけど、想像するよりずっといいところだった。エゴが肥大化した世界征服なんかせずとも、相入れないと思ってた存在とすら、同行の主として分かり合える。人間愛を説いた崇高な作品だったわ。きっと皆が求めるのは、魔法少女が悪に立ち向かい、最後に分かつ姿で、それはウテナが好きな姿とある意味重なって、そんな理想を全面対決かつ覚醒した魔法少女を加え見せる脚本、皆で作り上げる本気の茶番を描いた、解釈一致な最終回良かったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。